はい。こんにちは。柴崎です。お元気でしたか？さあ、よかったね。今回のテーマはね、こちらなんですよ。はい。ねえ。これはね、100均のお店で100円で買い求めた水彩の具です。ね。でね、これね、こういうなんかね、書いてあるんですよ。もう一回見てね。はい。発色にこだわった水彩の具。12色セットってありますね。さーて、発色にこだわったって言うんだからね、どのくらい100均の100円絵の具、色が出るのか、柴崎もとっても興味を持ちました。ね。そういう観点から、今ね、描いてみたいなと思ってます。さあ、どうなるかな？ではまたね、書き上がったら、あなたとお会いしましょう。さあ、それじゃあやってみましょうね。はい。この絵の具ですよ。ほら。ねえ。水彩絵の具、発色にこだわった12色とありますね。うん。開けてみようかな。ここだね。よいしょと開けるよ。あれよ。よっと。よっと。うん。開いた開いた。開きましたよ。あれまだがっちりしてる。おかしいな。よいしょ。よっこ。開かないね。よっく。中国製のこのね、絵の具ってなんでこうやってがっちり、開いた。がっちりこう蓋しちゃうのかな。やっと出てきました。わあ、大変だね、これは。うわあ、またラッピングをしっかりしてあること。ね。はいはい。絵の具ですね。うん。はいはい。じゃあ、どこから開けていいかな？ここか。違う。よし。あれ？よいしょ。おお。いやー、ちょっとナイフがいるかな。よいしょっと。あ、いたいた。いや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 、大変だこれは。はいはい。よいしょと。疲れました。ね。はい。出ましたよ。じゃあ、黄色から絵の具出しますね。はい。なんか変だな、ちょっとこれ。なんかぐにゅぐにゅしてるぞ。ここに出そうかな。いや、色が変だ、これ。はい。はい。じゃあ、どんどんと。あれ？ほら。絵の具が入ってない。これ半分も入ってない、これ。あれ？そういえばみんな絵の具が入ってなかったな。これチューブに半分も絵の具が入ってないよ。おい、メーカーの人。さあ、気を取り直して書きましょう。今日は発色試すから色、ね。で、お花描くね。だいたいこんないつものぐちゃぐちゃ描きですね。じゃあ、この赤から塗ります。なんか変だと。よいしょ。よいしょ。なんかね、アクリルの具みたいな感じがするな、ほら。こう、色が弱い割にネトネトってしてる。もう一回塗ろうかな。なんか透明水彩絵の具っていう感じじゃないね。塗った感じと発色が。アクリル絵の具のネトネト感。からアクリル絵の具の半透明な感じっていう感じがする。これは顔料が少ないんだね。メジウムの割に顔料が少ないからこうなるんだね、これ。じゃあ今度はこの明るいブルーで。ね。なんていうんかな。やっぱりこれ安いアクリル絵の具と感じ似てる。
顔料が少ないんだ。ね。だけどこれ見方を変えると、なんて言うんかな。こう、絵の具が薄いからね、発色がちょっと弱いので、こう変にこう落ち着いたおしゃれ感があるね。だから、もっとね、絵の具こうちょっと太めっぽくこうたっぷり塗るといいかな。そうするとこう色が出るね。普通の透明水彩絵の具の感覚では、この黄色が変なんだよね。ほら。これも完全に柴崎ね、水使ってないでしょ。ね。完全に不透明水彩として塗っちゃってる。そのくらいしないとね、色が出ないんだ、これ。まあ安いのがだから、こういうことだね。顔料が少ない。ね。これがきっと安さの原因かな。ちょっとこう、ね、暗めの絵の具だとこう、暗さが手伝ってなんかはっきりするんだけど、明るめの絵の具の時に、この絵の具の顔料のね、少なさっていうか、原料をちょっと省略したっていうか、そういうのが露呈するね。でもこのね、画面見て結構色出てるじゃないですかって思うでしょ？これはね、実は違うんだよ。これね、このカメラがいいからね、実際以上にね、色を拾ってくれてるんですね。今、柴崎は描きながら見てる肉眼だとね、もうちょっと色がね、弱いんですよ。ねえ。まあそう言いながらも、もう描けなくはないよ、もちろん。だから、ちょっとこう、太めっぽくね、使った方がいいかな。ほら、柴崎いつも透明水彩だと、水をジャブジャブたっぷりとって言ってるでしょ？でもこの絵の具だとね、ちょっとそういう風な表現はできにくいかもわかんないね。だから、不透明水彩と透明水彩の中間みたいな、ね。まあそういう風に使ったらいいですね。でもこの紙の白をちゃんと残しながら描くと、まあ、ね、色も、まあ対比的に色も見えてくるかもわかりませんね。ほら、こんな風です。まあそう言いながら、ね、ちょっと思いつきで今花描いてるんですけど、参考になるかな？面白いでしょ？はい。こういう絵ってあれだよね。あんまりものをこう、しっかり形なんか描かない方がいいんだよね。イメージっぽく描くと、ね絵も面白いし。黄色、全然色出ないよ、これ。じゃあ、ここら辺ちょっと日陰を重ね塗りですね。重ね塗りは、ちょっと透明感出ますね。これは、何も言うたり、顔料が少ないから、目順ばっかりだから透明感が出るんだね、きっと。思わぬ怪我の巧妙ですね。じゃあ今度は混色して塗ってみましょうね。混色すると、まあそこそこ色になるかな。もう完全に今日は不透明水彩っぽい描き方になっちゃったけど。じゃあ透明水彩みたいにね、水を使ってやってみましょう。はい、水を塗りましたよ。どうなるだろう。少し色広がりますね。透明水彩の感じも出るね。なるほど。なるほど。はいはい。ねえ。ほら、これをちょっと絵の具洗ったりして、伸ばしたりね。こんな感じも、まあできるね。タッチ化して、ちゃんとね。こうメインになるものを描いてからだんだん絵を広げていくと、
面白いんだよね。主役を描いてからだんだん脇役というふうにね、こうやってね、リズムで絵を広げていくって。こういうやり方も好きです、柴崎はね。はい。ちょっと溶かしたりですね。それから黒を混ぜて、こう、ちょっとね、サイドを落としたりとかね。こういうのもね、絵描くとき大事だと思います。今だから黒を試してますよ。黒も、これ、顔料が少ないから、逆に色が綺麗に見えるね。おしゃれなグレーに見える。面白い。顔料が少ないと絵がおしゃれに見えるって、なんか新しい発見だな。面白い。ね、ほら、こうやって、ね、クロームなんかの、低彩度の色ですね。はい。この絵の具パッパッと飛ばすよ。この絵はね、特に透明水彩はね、こういうね、偶然の効果や遊びの効果が大事なんだね。水と共に描くっていうかね、絵の具と共に描くっていうかね、筆と一緒に表現するとかね、そういう気持ち。だからこの後も、シャッシャッシャッとね、こんな風にやると面白いんですよ。水彩画をあんまりね、細かくリアルにっていう限ってる人はダメだよね。やっぱり絵の具の効果がね、全然生きてこないから。もう遊びですね。撮ってみよう。ね。ここも絵の具ちょっと撮ってみようね。撮れますね。さあ、じゃあこれちょっと細部を付け加えて、いいかな？どうだろう？はい、出来上がりです。はい、書き上がりました。ねえ。トマトちゃん見てた？面白かったでしょ？ねえ。はい。ということで、ねえ、100均で買った100円の水彩絵の具。でも、いろいろ柴崎もね、話しましたけども、大きな感想としては、やっぱり初心者の方が、ね、柴崎の動画を見て、ちょっと描いてみようかな、という画材としてはね、十分役目を果たしてくれると思います。ね。だから、ぜひね、あなたのお近くで、この画材ね、手に入るようだったら、やってみたらいかがでしょう。はい。ね。さあ、ということで、最後まで見てくれて本当にありがとう。また次回、あなたとお会いしましょうね。トマトちゃんも待ってますよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。はい。怒ってること